こんにちは。パソコン専門チャンネルのザ・比較です。今日は 999g という軽さで LTE5G にも対応した高級モバイルノート PC BIOS-X14R をレビューします。従来の BIOS-X14 は約 1.046kg からという重さで微妙に 1kg を超えていましたが、新機種の BIOS-X14R は 999g からと 1kg を切ってきました。大きく変わったわけではありませんが、数字の見た目的にも気分的にも印象はだいぶ違います。さらにディープエメラルドというグリーン系のカラーが新たに追加されました。他にはない個性的なカラーです。また従来通り勝ち色特別仕様とオールブラックエディションもあり、カラーラインナップは豊富です。勝ち色とは演技色として武士に愛好された濃い紺色のことで、ロゴや背面のオーナメントのゴールドとよく合っています。今回この勝ち色特別仕様のモデルでレビューしていますが、特別感のある非常に豪華な見た目の PC です。人とは違うノート PC を持ちたい方におすすめです。 4G LTE または 5G のワイヤレス WAN に対応している点も大きな特徴です。しかも 4G LTE ならプラス15000円と安いです。 5G でもプラス3万円です。月々数百円の格安 SIM を挿すだけでどこでもインターネットに接続することができます。インターネットにつなぐたびにスマホのテザリングをオンにしたり、モバイル Wi-Fi ルーターを持ち歩いたりする必要がありません。公衆 Wi-Fi を使うよりセキュリティ面でも安心です。なお 4G LTE または 5G 機能を追加するとやや重くなり 1kg を超えるためご注意ください。また USB-C のポートが左右の両方の側面についているのも嬉しいです。部屋や場所によってコンセントを挿す位置が左側にあったり右側にあったりすると思いますが、どちらにあっても充電器を挿しやすいです。なお USB-C はサンダーボルト4パワーデリバリー映像出力に対応しています。 USB-C の他には USB-A はもちろん HDMI、LAN ポートと多くのポート類があるのでビジネスシーンでも使いやすいでしょう。私は以前 BIOS-X14 をメインモバイルノート PC として2年くらい使っていた時期がありましたが、地味に便利なのが片手で持ちやすい点です。ディスプレイを開くと天板の後ろ側が下に回り込むので片手でつかみやすいです。パソコンを持ちながら何か作業をしなければならない時があるエンジニアなどにおすすめです。また本製品は底面に吸気口がありません。そのため膝の上に置いて作業をしても吸気口を塞ぎません。他のノート PC よりも膝置きで作業しやすいと思います。ただし負荷をかけるとそれなりに熱くなるので膝置きする場合は低温やけどに気をつけましょう。 CPU はインテルのコアウルトラシリーズ2ではなくシリーズ1です。やや残念ではありましたが、シリーズ1も比較的省電力ですしマルチコア性能は高いのでシリーズ1でも悪くはないと思います。シネベンチ2024のスコアを見ると今回のレビュー機に搭載しているコアウルトラ 7155H はシリーズ2のコアウルトラ 7258V よりもシングルコアのスコアは低いです。ただしマルチコアのスコアを見るとコアウルトラ 7155H の方が高いスコアになっています。作業にもよりますが高い負荷のかかる処理はコアウルトラ 7155H の方が早かったりします。続いてグラフィック性能の指標となる 3D マークナイトレイドのグラフィックスコアを見てみます。こちらはコアウルトラ 7155H よりシリーズ2のコアウルトラ 7258V の方が高い性能です。 GPU も使う処理やゲームはコアウルトラ 7258V の方が早いでしょう。ただコアウルトラ 7155H も決して遅いわけではなく CPU 内蔵のグラフィックスとしては高いスコアです。フル HD の簡単な動画編集ならできる性能です。バッテリー駆動時間に関してはシリーズ2のコアウルトラ 7258V を搭載した方が有利です。ただシリーズ1のコアウルトラ 7155H も LPE コアを搭載していることで比較的省電力ですし、本製品は標準バッテリーだけでなく 70Wh の大容量バッテリーへ変更することもできるという特徴があります。そのため 70Wh の大容量バッテリーを搭載すれば他のノート PC と比較してバッテリー駆動時間は長めです。なおディスプレイは 1920×1200 ドット液晶と
2560×1600 ドット液晶があります。解像度が低い 1920×1200 の方が低消費電力なので、バッテリー駆動時間重視の方はこちらのディスプレイの方がいいでしょう。今回 2560×1600 ドット液晶 70Wh バッテリーを搭載したモデルで、当サイトにて計測したバッテリー駆動時間はご覧の通りです。バッテリー駆動中は JETA3.0 よりも高い負荷をかけています。他のノート PC と比較してもやや長めのバッテリー駆動時間です。 1920×1200 ドット液晶であればもっと長くなるはずです。なお 70Wh バッテリーを搭載するとやや重くなるためご注意ください。ディスプレイは3種類あり、先ほど言った通り解像度が違うのとタッチパネルの有無、グレアとアンチグレアの違いがあります。今回は 2560×1600 ドットタッチ対応グレアの液晶ですが、色域を計測したところ sRGB カバー率約 98% と広めでした。フリッカーもありませんしギラつきも感じません。ただしグレアなので周囲のものが映り込みます。好みの問題もありますが、個人的にはアンチグレアの方が好きです。キーボードは比較的打ちやすいです。若干キーストロークの浅さは感じますが、半角全角キーが小さかったりエンターキーの左側のキーが小さかったりすることがありません。主要なキーはほぼ同じサイズです。またキートップもやや湾曲しており、指の収まりが良く隣のキーを誤って押してしまうことが少ないです。タッチパッドの操作性は普通です。クリックボタンが独立しているのはいいですが、縦幅が狭いので見ないでクリックしようとすると探しにくかったです。ただ慣れればそんなこともなくなると思います。個人的にやや残念なのはスピーカーが手前側の側面に配置されている点です。タイピングしているとちょうどスピーカーの上に腕が来るため、スピーカーを塞いでしまい音がこもってしまいます。また高い負荷をかけた時に左のパームレストが暖かく感じてきます。冬場はまだいいですが夏場は暑く感じるかもしれません。ただ負荷がそこまで高くなければそれほど気にはなりません。価格は通常モデルが25万円台から勝ち色特別仕様とオールブラックエディションは29万円台からとなっており、やや高めです。ただし今なら発売記念キャンペーンを実施しており 10% オフで購入することが可能です。以上が BIOS-X14R のレビューでした。 1kg を切る軽さで LTE5G に対応した貴重なモバイルノート PC です。デザインも良く特別感を感じるカラーのモデルが多いため、他の人は持っていないようなデザインの PC が欲しい方にもおすすめです。この製品をもっと知りたい方は詳細なレビュー記事も用意していますので、概要欄のリンク先をご覧ください。また製品について何かご質問があればお気軽にコメント欄にご記入ください。最後に当チャンネルでは他にもパソコンレビュー動画やおすすめ PC を紹介する動画をアップしていますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。